どうも、ともさチャンネルです。皆さん、ドミニカ共和国編のね、動画見てもらえたかな。ドミニカ共和国の動画ね、だいたい一般動画ね、約1、2、3、4、5、6、7約ね、7つ出してると思うんですけど、まだ見ていない方はそちらのね、方のね、動画ね、見てもらえたらと思います。あと、ショート動画もね、結構ね、バンバンね、ドミニカ共和国のね、動画出してるんで、そっちもね、チェックしてもらえたらと思います。一般のね、横型動画で、紹介できなかった場所があるんで、そこをね、今回の、ね、動画で、詳しくね、説明していきたいと思います。動画の容量上とか、いろんな問題があって紹介できなかったんですけど、それがどこかっていうと、もうサムネにも書いている通り、コンスタンサっていうところと、モントクリスティっていう場所なんですけど、そこがね、結構ね、個人的に良かったんですよ。良かって、皆さんにもね、ぜひ旅人におすすめしたいと思うんで、動画でね、ちょっとね、説明したいと思います。で、早速なんですけど、まず、コンスタンサから説明していきたいと思います。コンスタンサはドミニカ共和国のラ・ベガ州っていう場所にあって、標高がだいたい1200メートルぐらいなんですよ。結構高い場所にあって、そのカリブ海全体的に見てもかなり寒いって言われている場所ですね。結構カリブ海ってなんかこの場所の都合上、なんか一年中を通して温暖な地域が多いじゃないですか。プエルトリコとかジャマイカとかキューバとか、いろんな島国あると思うんですけど、その中でもトップレベルで結構そのコンスタンサは寒いって言われてる場所なんですよ。夏の気温はだいたい日中は約26度ぐらい、夜間は約14度程度、冬の気温は日中は約22度、夜間は約10度くらいって言われてますね。で、一般動画で紹介しているハラバコアっていう都市からタクシーで約2時間程度の場所にあって、一応コンスタンサには日系人集落もあって、冬ぐらいかな、なんか桜祭りっていう祭りがなんか毎年開催されるのが有名ですね。またコンスタンサで有名なものの一つで、ピコ・ドゥアルテっていう山があって、ピコ・ドゥアルテっていう山についてはドミニカ共和国の中で一番高い山であって、カリブ海の国の中でも結構トップレベルで高い山なんかな。登山家にも結構なんか人気がある山らしいんですよ。で、そこに訪れる人が大体コンスタンサに滞在して、なんかそこから出発するみたいな感じで言われてるんですけど、結構なんかその登山登るには最低でも2日はいるらしいんですよ。3日以上あったらベターなんですけど、で、僕はやっぱりね、体力の都合上と、日程の都合上で、その登山には登れなかったんですけどね、道具も持ってないし、そういう有名な山が近くにある町としても知られてます。都会でのね、暑い夏や、なんかその海見飽きたわーみたいな感じで思った人は、そういうね、コンスタンサの街に行くのもありだと思いますね。爽やかな風とね、すんごいナチュラルななんかもう田園が広がってるんですよ。そういうの見るだけでもね、かなり癒されるんでおすすめです。で、僕のね、おすすめなレストランに関しては、味が良くてね、値段もお手頃で、内装も悪くなく、食後になんかそのコーヒーがサービスされるレストランがあるんですよ。コメドール・ルイサっていう場所があるんですけど、地元の人に聞いても、あそこ結構分かりやすい場所にあるし、おすすめですよみたいな感じで紹介してくれる人が多かって、そこね、個人的に僕もね、おすすめします。メニューの量もちょうどよくて、肉類の味付けが本当にね、美味しいなって感じましたね。接客態度も悪くなく、間違いないレストランですわ。で、コンスタンサでは、3泊4日の滞在だったんですよ。で、実際に自分が何をしたかっていうのを、まずね、簡単に説明していきたいと思います。まず初日なんですけど、初日は、ハラバコアっていう街から、コンスタンサに到着して、ホテル見つけて、ホテル見つけて、ホテルに荷物置いて、ほんでちょっとブラーっとして、美味しいなんかアイスクリームを食べたぐらいかな。ほんで夜はなんかその、エンバナーダ食べて、その街の人とちょいちょい話しながら、なんか、この街って正直どうなみたいな、危険な場所とかあるんとか、寒いんとか、そういう話をちょこちょこしましたね。ホテルに関しては、ドミニカ共和国で泊まったところ史上一番安かったですね。安かった。値段的にはだいたい1000円ぐらいかな、一泊。お世辞
でもなんか綺麗とは言えんな。まあほんまに寝るだけっていう感じの場所でした。で、2日目は、なんか前日に入手した危険な場所、そのスラム街に潜入したんですよ。まあその様子に関してはショート動画に上げてるんで、ちょっと再生回数も他のショート動画に比べたら再生回数も多いショート動画でちょっとおすすめです。それちょっと見てもらえたらと思うんですけど、絶対におすすめはしないですね。場所がどの辺りかっていうのはほんまに現地の人に聞いてもらったら一発で分かると思うんですけど、マジで雰囲気とかも怖いし、マジでね、何が起こるか分からん麻薬の売買とかもなんか結構あるような場所で、結構ほんまにスラム街っていう感じの場所でした。ただでも僕行ってみて、現地で住んでいるなんかおばちゃんらに話して、なんか実際に家の中見せてって言ったら見せてくれたし、まあそういう絡みもあったんで、結構まあいい経験はできたかなと思いますね。そういうのとか、あとはローカルなカフェでちょっとコーヒー飲んだりとか、ほんで結構標高が高いところでちょっと街見渡してみようかなと思って上上がったら、まさかの結構変なとこ連れて行かれたんですよ。変なとこ連れて行かれた言われても、まあ自分がついて行ったのが悪いんですけどね。まあその様子もちょっとショート動画上げてるんで、それ見てもらえたらと思います。まあ面白いと思うんで、そういうまあ景色見たりとか、あとはこの街に戻って歩いて、街の中の中央公園とか教会とか、その辺まあブラブラして街の様子を動画撮影したりとか、まあコンスタンザに関してはもうほんまにショート動画中心で撮影してるんですよ。意外にも時間が余ったんで、そのコロニア・ハポネサっていう街があって、名前的にも日本人が降りそうな街じゃないですか。ちょっと面白そうなんで行ってみようかなと思って暇やし、そこコロニア・ハポネサ歩いて行って街の人らと絡んでたら、まさかの街の人に案内されてこっち来いみたいな。そしたら日本人の人が住んでるところに案内されたんですよ。で日本人の人となんかお話とかさせてもらって、まあ現地の人からしたら急になんか日本人が来たみたいな感じになるんですけど、まあそこで仲良くなって、ほんでもう一泊、次の日なんか次の年に移動する予定だったんですけど、もう一泊ほんまに延長して、次の日もその日本人の人とちょっとお話しさせてもらったり、他の日本人の人にも会わせてもらったりして、いろいろなんか話聞かせてもらったりとか、美味しい料理ごちそうさせてもらって、ほんまになんかありがたい、大感謝ですね。すんごい美味しかったです。もうほんまにカレーライス食べて、栄養満点のサラダも食べて、ゆで卵も食べてみたいな、なかなか海外の旅では経験できないようなね、経験をさせてもらってね、すごい満足してますね。その日の晩はなんかホテルになんかおっちゃんらの集団がお酒飲んでたんで、僕もしんどかったんでね、お酒飲むつもりがなかったんですけど、その僕の部屋からシャワー室まで徒歩2秒ぐらいなんですよ。いや2秒言い過ぎた、3秒ぐらいなんですけど、その3秒の間でおっちゃんらに「おいお前も飲め!」みたいな感じで言われて、無理やり混ぜてもらってお酒飲んだりとかしましたね。あとなんかお姉ちゃんが来ておっちゃんらと消えていったりとか、まあいわゆる売春ですね。売春があったりとか間近で見たし、めちゃめちゃ小さい女の子、中学生ぐらいかな、高校生か、いや学生、まあそれは言い過ぎかな、まあでも10代の女の子がおって、なんかおっちゃんらが「お前その女の子とどうや?」みたいな感じで言ってくるんですよ。でホテルの管理人の人もあそこの部屋大丈夫使っていいからみたいな、どうやみたいな。僕もね興味本位で金額聞いたら日本円で大体1500円くらいなんですよ。安っと思って、まあ僕がお金持ってなかったっていうのもあるんですけどね、お金持ってないって説明したら結構値下げしてくれて、まあそういうなんかいろんな経験しましたね。いろんな経験、3泊4日でほんまにいろんなすんごい凝縮された濃い日でしたわ。ほんまに、まあコンスタンサ、ほんまに最初にも言ったけど、都会でのなんかなんか雰囲気に疲れたりとか、海に見飽きたとか、そうなった時になんかコンスタンサに来て爽やかな風浴びたり、なんかそういう田舎の雰囲気っていうんですかね、癒されたい時におすすめするような街です。まあコンスタンサに関しての説明は以上ですね。で次紹介したいのはモンテクリスティ。モンテクリスティがね、自然愛好家にとって隠れた財宝ですよ。モンテクリスティを知ったきっかけは、まあ首都のサントドミンゴで出会った日本人から
ドミニカ共和国で一番なんか海が綺麗なのはモンテクリステじゃないかなっていうことを聞いたんで、モンテクリステに行きましたね。エメラルドグリーンのビーチから砂漠のようななんか山、岸壁っていうかな、そこはなんかこの満天の星空とか全てが揃ってるって言われても過言ではないような場所ですね。場所的には言ったらドミニカ共和国の北西部になるんですよ。で、ハイチの横にあって、国内の他の場所ではあまり見られないような、綺麗な景観が見れるような場所です。で、僕が実際に行ったエルモロっていう場所があるんですけど、海に突き出てる石灰岩の岸壁が、軽くハイキングしたりできるんですけど、もうそのエルモロが特に綺麗で、その美しさとかハイキングコースとかをなんか称賛する旅人から大人気の場所って言われてます。すぐ近くにカブラ島っていうのがあるんですよ。直訳するとヤギ島なんですけど、そのカブラ島はモンテクリスティの漁港からボートで行くことができて、で、そういうその島の雰囲気を楽しむのもありだなと思いますね。で、モンテクリスティはハイキング、シュノーケリング、バードウォッチング、マングローブの探索など、そういう、アクティビティを楽しむことができて、夜になるとこの地域はね、星空を観察するのが好きな人にとって夢のような場所になるみたいです。この国内で2番目に大きい第2の首都って言われてる、サンティアゴっていう場所があるんですけど、サンティアゴ・デ・ロス・カバージェロスだったかな、正式名称。サンティアゴから車で約3時間程度の場所になりますね。実際僕、エルモロぐらいなんですよ、観光名所で行ったの。それだけでも十分満足できたし、この綺麗な山の景色とか綺麗な海の景色、ほんでのんびりした雰囲気とか、でそれ以外にはすごいほんまに田舎って感じなんですよ。なんでこの歩くのが苦手っていう方は結構しんどいかもしれんけど、その辺はなんかバイクタクシーとか結構ホテルの人が呼んでくれたりとかもするし、問題はないかなと思いますね。その田舎な雰囲気が大好きっていう感じの人におすすめな場所です。またこのね、コンスタンサとは違う田舎なんで、ぜひね、行ってみてください。ちなみに僕が宿泊した場所、ラブホテルでした。コンドームゲット。コンスタンサ、サンティアゴ、モンテクリスティの順番、その間にダハボも挟んでるんですけど、その順番で滞在したんですよ。ただスマホの容量と個人的な体力の問題でショート動画しか作れなかったんですよね。何が原因かは分からないんですけど、コンスタンサでおっちゃんらとなんかお酒飲んでるじゃないですか。で、お酒飲んでからすんごい頭が痛くなって、なんか軽いなんか脱水症状みたいなのが続いたのかな、熱中症のような。それが結構なんか何日間か続いてで、スマホの容量もないし、もうちょっとさすがになんか動画の撮影するのもしんどいなと思って、ちょっとね、ショート動画だけに絞りましたね。そのコンスタンサとモンテクリスティに関しては。サンティアゴに関しては第2の首都なんで、ちょっと頑張って動画撮ろうかなと思って、一応この横型の動画撮影してるんですけど、なんで、コンスタンサ、モンテクリスティに関しては、もうね、ぜひね、ショート動画ね、見てもらえたらと思います。って感じでね、動画ご視聴ありがとうございました。他の動画でも説明してるんですけど、ドミニカ共和国ね、全体的に見てもおすすめです。人々がかなり優しいですね。結構海外の人らってすごいフレンドリーで優しいとは思うんですけど、その中でもドミニカ共和国はまだもう一つ抜きんでて、すごい親切でフレンドリーかなって感じましたね。ドミニカ共和国って海だけみたいなイメージあると思うんですけど、海だけじゃなくて山が綺麗な場所があったり、田園が広がっててね、そういう綺麗な場所があったり、砂漠とかもあるらしいんですよ。なんで結構カリブ海の中でも穴場な場所ではないでしょうか。他、首都のサントドミンゴ、コンスタンサ、ハラバコア、ダハボン、モンテクリスティ、サンティアゴみたいな感じでね、いろんな場所滞在して、他の地域については横型のね、一般動画で説明させてもらってるんで、そちらを見てもらえたらと思います。では次回からね、ジャマイカ編の動画がね、始まります。暑いっすよ、ジャマイカ。なかなかエネルギッシュな国ですね。ほんまにエネルギーもらえるような国です。って感じで、次回のね、ジャマイカ編の動画でまた会いましょう。ヤーマン。ジャマイカではね、挨拶でヤーマンって言うんですよ。なんでちょっとね、最後にヤーマンって言ってみました。
って感じですね。って感じで、ともそうヤーマン